皆さんこんにちは、東京 MTG のKaiです。Hey everyone, here is Kai from Tokyo MTG。今日はですね、アメリカ人と日本人と対戦する時の違いについて話していきたいと思います。皆さんは海外とかにマジックするために行ったことあります？多分何回も海外に行ってマジックやられた人もいると思うんですけれども、実は海外にも全然今まで全く行ってないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。マジックっていうゲームなんですけれども、やっぱり国によってやっぱり文化が違っていったり、ゲームをね開始するときにやっぱりいろんな違いがあるっていうことに最近気がついたんですよ。で、これから自分の経験を皆さんとシェアしたいと思いますということなので、これからそれぞれアメリカ人と日本人に対戦することにしてみました。それではまず挨拶からいきましょう。こういう感じです。よろしくお願いします。Hey. Hello. Crushed last round. Yeah. Yeah. I don't even think I want to play. Oh man. Oh man. 続けてサイドボードの確認。サイドボード15枚です。このサイドボードの15枚の確認についてなんですけれども、この相手に15枚を見せるっていうのは完全に日本文化らしいんですよね。僕は他の国では今まで全く見たことがなくて、海外から日本に遊びに来てる人も毎回それに驚いてるんですよ。で、一回ちょっとウィザーズのルールちょっと読んでみたんですけれども、そこにはこう書いてあります。 Players have to present the decks to their opponents for additional shuffling. The sideboard, if any, is also presented at this time. 日本人はそのルールに従ってるんですよね。どっちが正しいかっていうのも一言は言っては言えないんですけれども、そのサイドボードを確認して相手に見せるっていうのにはもう一つの意味があるんですよ。実はそれをやりながら自分でもゲーム前にその自分のサイドボードの15枚を見て、メインデッキの中にサイドボードのカードが混じってないかっていうことを自分で確認してから見せるっていう感じがあるので、ゲーム1でミスが少なくなってるんですね。海外では誰もその15枚のサイドボードのカードを相手に見せてはいないんですけれども、でも気になるときはもちろん相手に聞いてみて見せてもらうことは全然可能です。ちなみに僕はですね、日本にいるときはやっぱり対戦相手に合わせて僕も15枚のカードを見せて、で海外にいるときは全くそれをやっぱり完全に飛ばしてますね。スキップしてます。さて続けてゲーム中の感じも見てみましょう。どうぞ。はい、カウントお願いします。お願いします。失礼いたします。何のせやなの？It's pretty much random. じゃあダイスロールで大丈夫ですか？はい、じゃあお借りします。じゃあ先手いただきますね。はい、お願いします。Sweet. All right. ちゃんとワークあります。 So you go first? Yeah, you're right. I go first. セットラウンド。はい。2マナ出してからビターブロッサムを出してタップやります。はい、大丈夫です。Is that cross the main? Oh shit. Is that a foil? Yes. Yeah, man. I had like 3 of these and I sold them when they were still $50. Yeah. All right. Yeah. Okay. Target Serum Visions? I can't even see your graveyard. Yeah. All right. Yeah. Sure. All right, That's okay? Yeah. Go for it. Serum Visions? Yeah. Okay. And Strike 2? Sure. Top and bottom. Okay. I think that's okay. Go. ついでにこちらもご覧ください。相手に例えばなんですけれども、ハンデス打つ時のリアクションがこういう感じなんですよ。じゃあ沼から思考囲い、対象はあなたです。はい。
せん、拝見させていただきますね。じゃあビターブロッサムでお願いしまはい、す。わかりました。はい、ありがとうございます。Thoughts is target you? Yeah, sure. Is there anything you like? Yeah. そして最後にゲームが終わった後の挨拶はだいたいこういう感じになりますね。どうぞ。はい、いただきます。じゃあスプリンタートゥインのつけたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。It's fine. Yeah, fine. It resolves. 100 times and kill you. What am I gonna do? Yeah, you win. Game. そしてゲーム後に対戦相手になぜ負けたかどうかを聞いてみるとこういう答えが出てきました。2ターン目のコンバットのブロックが多分そこだと思います。 Yeah, so I mean, there's no way I was winning that game anyway. Like, first I draw like lands off the top each turn. God, what else? I mean, my opponent, he top decks Splinter Twin like turn 4. I mean, what am I supposed to do? Do I look like freaking God or something? I have like magic powers. I'm gonna call like my magic carpet over and be like, hey, please give me all the cards I need to win the game. No, it was over from the moment it started. I'm gonna go sell my cards now. 皆さんの印象はどうですか？まあなんとなくアメリカ人のプレイヤーはやっぱり元気よくゲームしたり、自分の意見を表現したり、あと声を上げたりするのが多いですよね。なんか逆に日本人はやっぱ静かや、親切なんですけども静か、もしかしたら、静かすぎるっていうタイプの人が多いんじゃないかなと思うんですよね。もちろん今それは勝手に自分がつけてるイメージですし、静かなアメリカ人もいますし、もちろん大会でもすごい声を上げて盛り上がる日本人もいると思うんですよね。でも大体はさっきの動画でご覧になった感じだと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったですよね。楽しかったですね。本当にね、それはキャラだったから、簡単と言うと、なんか外国人と一緒にマジックをプレイしたいときはね、ちょっとコミュニケーションが違いますので、気をつけてください。みんなそんなに怖くはないよ。いや逆に面白い人ですからね。ぜひ。じゃあね。ということで皆さんも今後海外に行って同じ体験をしてみてくださいね。Quick question time。今週の質問はこちら。いやー、ロック長ですかね。前のグランプリで大活躍したので。エルシロンです。もうなんか大胆な効果が大好きですから。森の4人像です。スタンダードでコンボやれるんでね、偉い一切です。Oh wow, that's a hard question. Mystic Snake. The reason is the most favorite deck I ever played was Mystic Snake Blink. It was the best standard deck I ever played. And I love the way the card plays. It's sad it's not good enough anymore. コンバット苦手で、そもそもクリーチャーが嫌いです。Favorite creature's gotta be Quicksilver Gargantuan. I like the fact that you can make a giant, really threatening, dangerous utility creature. Like a 7/7 Oracle of Moldiah, for example. これが海外 MTG でしたがいかがでしたか？これからこのシリーズが毎月アップされるんですけれども、次回もまた楽しみにしてくださいね。あとは東京 MTG Vintage Open やボックスオープニングのビデオもありますので、そこも見てくださいね。気に入ってくれたらLIKEやコメント、またはチャンネル登録もお願いします。以上、東京 MTG のKaiでした。See you guys! This was Kai from Tokyo MTG. Thank you.